急に狭かった夏で16度やば。これらでね、ちょっとアレンジ料理。あ、2枚じゃなくて3枚入ってる。あ、やらけー。おやすみなさい。電子レンジで温めていきたいと思います。さて出発しましょう。ちょっと待って、結構でかいって。こんな木が、うわ、道陥没してる。すごいよ。車高の低い車は無理じゃねこれ。うわ、やったった。下ついたぞこれ。関東連絡道路。すげえな。道なり鹿マークがあるな。すごいすごい。急に狭かったこれ県道だよね。なかなか雰囲気あるじゃないですかなんか見慣れない標識があるな。大型車通行禁止って書いてある。電波ねえかよこの先。もしかしてこの先さらにくねくねしてんな。移行車いるんですけど、マジっすか。この辺で待ってるか。もう23時だよ。しかも今気づいたけど電波ねえし、こんな時間にすれ違いとは思わなかったな。またなかなかこれは今日涼しいんじゃね。だいぶ涼しいんじゃないでしょうか。およそ200メートル先、右方向です。クリスタルライン。右方向です。続いて目的地は左側です。ここかい。車いる。トイレあるね。あらららら。目的地は左側です。お疲れ様でした。誰もいねえじゃん。おお、トイレあるな。電気ついてるわ。よかった。
電波ギリある。そして13時でもって外気温は16度。夏で16度やば。いいね。こりゃ秘書だ完全に。いや快適だなこりゃ。よし。さてご飯作って食べていきましょう。まあね、夏の車中泊、せっかく涼しい場所来たんでね、まあ車内の温度を上げてもしょうがないので煮炊きせずにやっていこうと思います。でここで冷凍の油そばニンニク酢付きって書いてあるローソンのやつですね。ちょっといい角煮ですね。油そばっつったらね、煮卵ないと。でもう一個トッピングジャンクにするために粗挽きウインナー、これらでねアレンジ料理していこうと思います。さて今回もねエコフローのデルタ2の出番ですよ。よいしょ。このポータブルバッテリーがあればこの通り電子レンジが稼働できるわけです。結構ね車にね電子レンジ積むのってねハードル高いんですけどね、このねエコフローのねデルタ2のおかげでねそのハードルがぐっと下がりました。さあみんな温めていきましょう。倒れやすい。そっとそっと。ご飯モードがちょうどいけるでしょう。ロープにセットして、まあそれなりにはうなるよね。パンパンだね。なんだこりゃ。本当にいってるこれ。あ、2枚じゃなくて3枚入ってる。好きだね。いけた。豪華だなおい。すげえことになっちゃったなおい。このニンニク酢、特製ニンニクスパック、これをかけとかなきゃね。できたできた。へへへへ。さてこんなジャンキーでしょっぱいものを用意したってことはやっぱりここはねお酒が必要ですよね。この前の車中泊飲めなかったんでね、今回は飲んできますよ。夜遅かったんで酒飲めなかったけど今日は絶対飲みます。いただきます。そしてまずはよいしょ、乾杯。おめえ。さあ準備は万端だ。行くぞ。リングなしのねそのままの味をねいただいてみましょう。めちゃくちゃジャンキーな味してる。油そばだもんな。肉、あ、これにもなんかチャーシューっぽいの入ってるけど、ときたらやっぱりこのホロホロチャーシューでしょう。やらけー。これは麺に合うわ。うめっ。からのみんな
まっ。これ麺足りないぞ。よし、口をリセットしたら煮卵。からの麺。こういうことでしょ。とろとろチャーシューと麺を一緒に。この角煮うまっ。トロトロの部分と歯ごたえがある部分両方あってうまいよこれ。うまかった。マジお腹いっぱい。ごちそうさまでした。うまかったです。なんか出てきそうなんでやめときますけどね。さて、寝ますかね。それでは皆さんおやすみなさい。さて、朝飯でも作って食べますかね。夏の車中泊、せっかく涼しい場所に来たので煮炊きせずにやりたいってことで、保冷剤代わりの冷凍食品コンビニで買ってきました。こいつにクイズをトッピングして、標高が高いからパンパンだなこれ。電子レンジで温めていきたいと思います。20秒か。すげえな、こうなってるのか。完成です。いただきます。まずハラミかな。ハラミうめえな、鶏の。で、砂肝。こっちはコリコリだ。カランとってね。ビビンバうまそうだ。味が濃いわ。
茶で。うわ、うめえ。これですよ。うまっ。よいしょ。おお、すげえ、朝からちょっと食いすぎちゃったな。最高。ごちそうさまでした。最高。すっかり快適マークだ。昨日今日とね、大活躍だったエコフローのデルタ2ですよ。よいしょ。この後ろのポートにね、これを挿すだけです。よいしょ。これで充電が開始されます。ただ今日若干曇ってるか。やっぱ日陰なんでね、日の当たる場所にいてたら。よいしょ。さて出発しましょう。クリスタルラインってやつから帰ってみましょうか。標高は攻めえな。ただナビがね、今電波繋がんないもんでね、使えないんで迷わないようにいかないとこの前の二の舞になっちゃうんでね。結構ですね。おお、ガードレールない。やっぱりか。すげえ高ここ。なんか大勢の自然公園の中走ってるみたいな感じだなこれ。乙女高原。ちょっと待って。いいんだよね。行けるってことでね。通行止めじゃないよね。うわ。のり面を直してるだけだよね。すげえ。おお、対向車びっくりした。怖っ。これは怖いんじゃない？わあわあわあ、すごいなここ。いや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 、枝が落ちとる。なんだ。うわあ、結構でかい枝が折っとるやん。すげえなおい。道路えぐれてる。まあ県道や国道じゃないからそんなに直さ。こんな石とか折ってんの？ここ苔むしてるよ道が。どんだけ交通量少ないんだろう。まあでも対向車来たってことは抜けられるってことだよね。抜けられるけど、まあ、でっけえ石。こんなにでけえ石やんのか。うわ、道がめちゃくちゃ荒れてんね。これは大型車通行不可なのは分かるわな。段差すごいなおい。座席注意ってさ。うわ、いいなおい。わ、石でかっ。すごいよ。合ってんのかわかんないけど、うわ、草がねせり出してるんですよ。うわ、ここ先見えねえ。怖っ。先でバイクがドーンって突っ込んできても嫌だしね。またバイク来た。対向車。
バイク結構来るな。怖えな。ここ見えねえ。いや木に当たってる。ここで中ってことはどんどん崩れたのは結構真新しいねこれね。攻めえよ。攻めし見えないよ。うおすごいよこれ。後ろにひどいくなってる。うわあんまり見えねえ。どういう理由でこんな道があるんだろうね。すごい。電波はいつ復活するんでしょうかねこれすごい狭さだなおい。うわすごい崖。この上から石折ってきたらやだね。なんかポロポロ剥がれとゲートがある。何ここどこ。これ何も表記ねえんだけどどっちだ。ちょっとわかんない。ごめんなさいわかんないのでその地図見させてください。よいしょ。現在地。よくわかんねえなこれじゃと。今車通ったけどあっち行ったから俺もこっち行こう。なんでこんな木が。うわ登ってるだと。なんか表記あんな。昇仙峡と木さすがにこのサイズの石は追ってこねえな。しかし電波戻ってこんな。あれから結構走ってるけど急になんか雰囲気変わったぞ。なんだこれ。結構堆積物もあるね。枝がめちゃくちゃ折れて持ってる。あ、折れるね。怖い。うわ下高っ。対向車はいますねやっぱり。8000万。ガードレールねえのなんでだよ。うわ怖っ。こんなとこで跳ねるな。ホップステップジャンプになっちゃうでしょ。なんじゃこれ。木がねここから虫で取った。うわなんか荒れてんなここ。考えても大雨でなんか水流れた跡があるよ。道悪いね。まただいぶ高いとこまで来たんだね。ほらこういうとこもガードレールないし。ガードレールあるとことないとこの差は何なの。須田間町クリスタルラインって書いてある。標識出てきたよ。なんか展望台があるらしいぜ。チャリンコである。展望台ってどこ。そっちだな。分かりづれんですけど本気で言ってる。待ってくれてもいい。
タルラインはこっちかね。とりあえずクリスタルラインをこう行けばわかるさ。これアスファルトじゃなくてさ、コンクリートじゃね？コンクリートっぽいね。コンクリートロードってさ、鉄黒目じゃないよね。工事中なだけだよね。うわ、道陥没してる。うわうわうわ、道が悪いね。おい、うわ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 、いろんなとこえぐれとる。いきなりなんでこんな道が悪いわけ？すごいよ。もう細はげちゃってそんなことになった。うわ、何これ。車高の低い車は無理じゃねこれ。うわうわ、無理ですね。陥没してるところが多すぎて嫌になるわ。うわ、やったった。うわー、凹凸下ついたぞこれ。分からんよ、だってあんなの。いやー、こっち側にも書いといてほしいよ。下すっちまったじゃん。いやー、あれゆっくり行ってもガツンってなるタイプだな。どこ当たったか全く分からんわ。うわー、こういうのだよ。これするんじゃん。道悪すぎたなこれ。道が割れてる。なんだおいこりゃ。すげえとこに道あんだけど。いやはや、うわあ、すごいなこれ。土砂が流出しとる。うわ、何ここ。めっちゃ道が陥没してる。あれ、こっち側に足を落としてたら車体の底吸ってたわ。ああ、これはどっちですか。こっちだな。道はこっちだと思うんだ。いや、わからねえぞおい。ラーメン金龍が土曜限定。あ、なんか聞いたことあるぞ。ラーメン有名じゃねここ。あ、これここでいけるかな。いけるかい。こんなとこテスラさん来るはいいけど、電気大丈夫なのかね。それがすごい
不安だよね。ガソリンの方が持つでしょ。だって、あ、ここもまだクリスタルラインはクリスタルラインなんだ。へえ。山荘かい。道幅広くなったぞ。この後はこのまま広いままかな。自然公園どっちでいいのよこれ。いや、これまっすぐで行こう。自分の顔を信じるんだ。これは無理だ。一旦待とう。よいしょ。信州峠って書いてあるぞ。もしかしてもうこれで長野県入るの？よく分からず走ってきた。これ本当に長野県入るの？すげえ場所。また狭くなるな。長野県だ、唐突に。川上村って書いてあった？川上村ってどこだっけ？野山の方じゃないか？そうか、川上村はレタスの一大産地じゃん。